今日は豆を一晩水につけてペーストにして丸めて油で揚げるバダを上手に作るコツをインドに行った時に教わってきたので、そのポイントをシェアしたいと思います。バダは日本の食べ物で言うと少しずっしりとした甘くないお豆腐ドーナツのようなものに近いと思います。使われる豆はウラッドダル。ウラッドダルは黒い皮の小豆の仲間で、インドでは定番の豆です。体を内側から強くしてくれる滋養の豆と言われていて、タンパク質や鉄分が豊富で、疲労回復や美容にも良いと言われています。油で揚げてはいますが、豆 100% のとってもヘルシーなバダ。基本の材料は豆と塩だけのシンプルさです。揚げたての素朴な美味しさを味わってもらえたら嬉しいです。では、早速作っていきますね。前日の夜に皮なしのウラッドダルを水に浸しておき、翌日ブレンダーやミキサーでペースト状にします。以前レシピナンバー110でご紹介したダヒバラのバラと基本的な作り方は同じなのですが、呼び方によって違いがあるそうです。夫に聞いてみたところ、以前ご紹介した B、A、R、A と表記するダヒバラは大きめのハンバーグのような形で揚げられ、マディヤプラディーシュ州やウッタルプラディーシュ州で結婚式やお祭りの料理として作られるそうです。一方、V、A、D、A と表記するダヒワダは丸いお団子状にして揚げられ、屋台やレストランなどで気軽に食べられるとのことでした。州によって呼び方は違いますが、基本的な作り方はほぼ同じとのこと。豆をペーストにできたら、ここがインドで教わってきたバダ作りのポイントです。揚げた時にふわっとした食感になるよう、空気を含ませるように泡立て器で混ぜるということ。今までは手でこねていたのですが、泡立て器を使うと、こんなに食感が変わるのかと目から鱗でした。彼女のお母さんは、このダヒバラ作りがとってもお上手で、大きなバラもきれいに丸く作るんだそうです。なので彼女もバラ作りが上手なのも納得です。そして、生地の混ぜ加減のポイントを教えてくれました。生地を少量、水を張ったボウルに落としてみて。生地が浮いたら、混ぜ加減はちょうどいい証拠よ。と。そう聞くと、試してみたくなりませんか？今回は練習なしで、帰国してから初めてのバラ作り。豆のペーストを作るとき、少量の水を加えれば、ペーストにもしやすかったかもしれません。生地が硬いので、様子を見ながら少しずつ水を加えて混ぜていきます。一旦、水に落としてみましょう。ガーン。沈んでいます。まだまだ、エアリーに混ぜられていないようですね。気を取り直して、水を足しながら混ぜていきましょう。そろそろホイップを作る時の状態になってきたので、もう一度水に浮かぶかチェックしてみます。やったー。浮かびましたね。これが今回教わったふわっとした仕上がりになるバラ作りのポイントです。基本の味付けは塩だけで良いそうです。塩小さじ4分の3程度を加えて再度よくかき混ぜます。この基本の味付けにコリアンダーリーフやチリを加えることもあるそうで、味付けは家によって少しずつ違うようです。生地の形を作るには彼女のようにビニールを使って作るのが一般的です。生地が手や台にくっつきやすいので、それを解消するには水を手にまとわせるのがコツだそうです。そして、この真ん中に穴を開けてドーナツのようにするのは南インドの和田風よって言っていました。そしてビニールを裏返して手に乗せ、油の鍋に滑らせるように入れると綺麗な形になるそうです。私も何度か試させてもらったのですが、どうもうまくいかないので、私は私流にスプーンを2つ使って、まるで取り付く根を鍋に入れるかのように作ってみました。形は違えど、味は同じなので良いとしましょう。豆なのでしっかり火が通らないとお腹を壊してしまうので、中までしっかり火が通るよう、じっくり弱火で揚げてね、と言っていましたよ。箸を通して生地がついてこなかったら、そろそろ揚げ加減は良さそうです。今回、ピンポン玉より一回り小さいサイズで約8分ほど弱めの火力で揚げました。
ご参考までに。この後、彼女もバラを塩やスパイスで味付けしたヨーグルトに浸していましたが、味見でスナックのようにケチャップとマヨネーズで食べさせてくれたんです。それが美味しかったので、今回もケチャップとマヨネーズでいただこうと思います。いかがでしたか？今回はバラの作り方のコツをシェアさせていただきました。以前ご紹介したダヒバラのレシピも、生地のベースを同じように泡立て器でホイップのように混ぜてから、スパイスやコリアンダーを加えると、もっと美味しく仕上がると思います。でも、私はやっぱり揚げたてをこのまま食べて、豆の味を感じる素朴な味わいが好きだなって思います。よかったら皆様も豆 100% の優しいインドの食べ物、バラ作りをお家で試してみてくださいね。では、今日はこの辺で。フィルミレンゲージ。